こんにちは、デザインのリップです。今回はこのようなレトロダイナー風のインスタバナーの作り方を紹介します。はい、それでは始めていきます。まず背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。はい、さらにダブルクリックをしてカラーオーバーレイで FA、F8、EB のベージュにしていきます。はい、こんな感じです。次に紙テクスチャーをドキュメントにドロップします。時計回りに90度回転させて横幅1650ぐらいで配置します。はい、こんな感じです。でこちらは通常のまま透明度を 60% に下げます。はい、次にエイジテクスチャーをドキュメントにドロップします。横幅1300くらいで配置します。こちら描画モードを上算にして不透明度を 5% にします。はい、こんな感じです。これで古い雑誌や新聞の裏写りっぽい効果が表現できます。次は画像を入れる枠を作ります。長方形ツールに持ち替えて適当なところをクリックします。 880×680 の長方形を作ります。プロパティパネルのこちらのエリアの鎖型のマークにチェックを入れて100と入力します。はい、100ピクセルの角丸にします。でこちらダブルクリックして境界線を 1B1B1B の黒で2ピクセル内側に境界線をつけます。はい、こんな感じです。でこちらの四角形と背景レイヤーを同時に選択して中央の下に揃えます。こちらから160ピクセル上に移動します。シフトをして123456はい、こんな感じです。でこちらのレイヤーを選択した状態で朝食の画像をドロップします。1080ピクセルで配置されていると思うのでこちらの大きさで OK です。オプションを押して先ほどの四角形にクリッピングします。配置はお好みでいいんですけれども、なんとなくこの下の雑誌のザというのが見えるぐらいでいいかなと思います。はい、こちらで OK です。こちらの枠と画像をグループ化して IMG などと分かりやすく名前をつけておきます。こちらで背景と枠の作成は完了です。はい、次にチェッカー模様を作っていきます。長方形ツールを持って色は317231のグリーンで 1080×1080 の正方形を作成します。でこちらをプロパティパネルの X と Y に0と入れてぴったりと上にくっつくようにします。でこちらの大きさを変えていきたいと思います。こちらのレイヤーを選択してこちらのプロパティパネルの上のこちらの鎖型のアイコンにチェックを入れます。でこちらの W の横幅の1080ピクセルの後ろに半角でスラッシュ37と入れます。すると37等分された大きさに変更されます。こんな感じですね。でこちらの四角形を19個作りたいのでコマンド J をあと18回押して複製します。はい、コマンド J を18回押して複製したら一番上にできた四角形と背景のレイヤーを同時に選択して右側に寄せます。はい。で最初に作った四角形から最後に作った四角形までをシフトを押して全部選択をしてこちらのアイコン水平方向に分布というこちらのアイコンを押して均等に配置します。こんな感じです。はい。でこちらの今作った正方形をすべてグループ化しておきます。でこちらのグループをさらにコマンド J で複製します。ちょっと拡大します。でこちらのグループを先に作ったグループの下の方にぴったりくっつけます。はい、こんな感じです。さらに互い違いになるように右の方にずらしていきます。シフトを押して123で1個戻って29ピクセル右にずらすといいと思います。はい、こんな感じです。で右の方に1個はみ出てしまうのではみ出た分を削除します。はい、こんな感じです。でこちらの2つのグループをさらにグループ化してチェッカードなど分かりやすく名前をつけておきます。今作ったこちらのチェッカー模様のグループをさらにコマンド J で複製して背景レイヤーと同時に選択をして下の方に揃えます。はい、こんな感じです。でこちらの下のグループを選択した状態で編集メニューの変形の垂直方向に反転を押します。するとこんな感じで上下が逆になりました。はい、こちらでチェッカー模様の作成は完了です。はい、次にテキストの作成をしていきます。テキストツールに持ち替えてフ
フォントはニュースピリット、ウェイトはセミボールドのコンデンスドにチェックを入れます。サイズは200ピクセルで、カーニングとトラッキングは0。色は CC402E の赤にしていきます。こちらでブレックファーストと英語で書いてください。で、細かいところを調整します。カーニングを詰めて調整してください。ちょっときつめにカーニングを詰めると今っぽくなっていいと思います。はい、こんな感じでいいかなと思います。で、こちらのテキストレイヤーと背景レイヤーを同時に選択して中央に揃えます。縦の位置はこのチェッカー模様とこの枠の間になるように配置してください。はい、こんな感じでいいかなと思います。はい、次にフォントを変えます。次のフォントはカルダー、ダークで、サイズは30ピクセル、カーニングは0で、トラッキングを3000に設定してください。色は 1B1B1B のこちらの黒で書いていきます。こちらでクラブと大文字で書いてください。こちらのテキストレイヤーと背景レイヤーを同時に選択して中央に揃えます。ちょっと拡大します。さらにこちらのクラブの文字をブレックファーストの下の方につけて、こちらから45ピクセル下に移動します。シフトを押して1234、離して12345。はい、こんな感じです。ちなみに最近なんとかクラブとこんな風にクラブをつけるのが海外で流行っています。さらにこちらのクラブの文字をコマンド J で複製して上の方に持っていきます。で、こちらのテキストを大文字でザと変えます。ちょっと設定を変えたいと思います。フォントなどはそのままでトラッキングだけを500に変更します。はい、こんな感じです。次に楕円形ツールに持ち替えます。適当なところをクリックして180×70 ピクセルの楕円形を作成します。で、こちらの塗りを0にします。で、ダブルクリックをして境界線をつけます。境界線を2ピクセル内側で 1B1B1B の黒でつけていきます。はい、こんな感じです。こちらの先に書いた座とこちらの楕円形を同時に選択して中央に揃えておきます。で、グループ化して座などと分かりやすく名前を付けておきます。さらにこちらのグループと背景レイヤーを同時に選択して中央に揃えます。ちょっと拡大します。で、こちらの座のグループをブレックファーストの K の上の方につけて、こちらから30ピクセル上に移動します。シフトを押して123。はい、こんな感じです。で、こちらのブレックファーストから最後に作った座までをグループ化して、テキストなど分かりやすく名前を付けておきます。こちらの縦の位置を調整してください。枠とチェッカー模様の間に来るように調整してください。こんな感じでいいかなと思います。さらにテキストを追加していきます。先に書いたクラブの文字をコマンド J で複製して、今度は下の方に持っていきます。こちらのフォントサイズを20ピクセルに変更して、トラッキングを500に変更します。はい、こんな感じです。で、こちらのテキストをこのように書いていきます。テキストは概要欄に貼ってあるのでコピーして使ってください。で、こちらのテキストレイヤーと背景レイヤーを同時に選択して中央に揃えます。縦の位置はお好みで大丈夫です。枠とチェッカー模様の間に来るように調整してください。はい、こんな感じでいいかなと思います。こちらでテキストの作成は完了です。はい、最後にレトロ印刷効果の追加をしていきたいと思います。先に作った背景レイヤーをコマンド J で複製して一番上に持っていきます。で、こちらのレイヤーを右クリックしてレイヤースタイルを消去しておきます。で、塗りを0にします。ダブルクリックをして境界線をつけます。2ピクセル内側で 1B1B1B で境界線をつけておきます。はい、こんな感じです。ちょっと分かりやすいように背景を白にして作業していきます。はい、こんな感じです。で、こちらの先に作ったイメージグループから今作った枠までをまるっとグループ化しておきます。で、こちらをちょっとずらしていきたいと思います。こちらのグループを選択して右上をクリックして変形モードにして、こちらの角度の部分にマイナス 0.5 と入れます。はい、そうするとちょっとだけ左にずれました。これで昔のコピーのちょっとずれた感じを表現しています。最後に印刷テクスチャーをドロップして横幅1600ぐらいで配置します。描画モードをスクリーンにして不透明度を 30% にしていきます。はい、こちらで完成です。最近の 80s や 90s の流行の流れからダイナーっぽいデザインをよく見かけるので今回作ってみました。
裏の文字が透けてる感じにして、昔の新聞や雑誌の広告みたいにする加工も流行っているので、ちょっと今回取り入れてみました。チェッカー模様をなくしたり、印刷テクスチャーをなくしたり、傾けずにまっすぐのままにしたりなど、どのバリエーションでも可愛くできるので、ぜひ皆さんもいろいろ試してみてください。ありがとうございました。